こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日は、石膏板の使い方最新版についてやっていこうと思います。今までね何回か石膏板についてはやってきました。石膏板の使い方、石膏板の作り方ね、いろいろやってきたんですが、どんどん、使い方がねアップデートされてきまして、最近の最新の、僕のやり方を紹介しようと思いますので、最後まで見てってください。まずこの石膏板は、何のために使うかっていうと、いわゆる亀板ですね。亀板の代わりにこの石膏板を使います。今作ってたのがね、こういうお皿とかこういうものを作る時に1個引きする時に僕は石膏板を使います。で石膏板も今このサイズ使ってますが、もっと小さいサイズとかもっと大きいサイズとかいろんなサイズを用意してます。でこれ自分で作ることが簡単に作ることができますんで、その作り方については、過去の動画見てください。ここら辺に貼っておきますんで。あとですね、じゃあ石膏板のいいところはですね、亀板と違っていいところは、まずそこを切り離さなくていいんですね。こう作った後にこうやって作った後に、亀板、木材の亀板だったりしたら最後にこう切り離しますね。で切り離すと、切り離してもいいんですけど、何が良くないかっていうと、切り離す時に大きいものとかだとね、やっぱちょっと肉厚に切れてしまうんですね。そこがしっかりね、そこでこうタイトに切れるわけじゃなかったりするので、そうすると、せっかく作っててそこの厚みを測ってたのにその分そがれてしまって、いざ削ろうと思ったら、あれそこ足りない、薄くて広大作れないとかね、そういうことがあったりすることもあります。で石膏板の場合は切り離さなくていいので、そこを測って針で刺して測ったらその厚みのまんま作っていきます。でじゃあ切り離さなくて、どうするんだっていう話なんですが、これをですね、1日とか2日、僕の場合はこうやって引いてちょっと置いといて、しばらくしたら発泡スチロールの箱に入れます。そしてそのまんまの状態で1日か2日置いておきます。そうするとこれがね簡単に外れるんですね。パコッと外れますんで、切る必要が全くありません。意外とねガチガチにもなってなくて、すごいいい状態で取れるんですね。そうするとなんかねこう切ったりとかなんかちゃんと外れなかったりとかすると、とにかくこの引いたばっかりのものを触ると歪んだりとかそういうことがあるわけですよ。そんなにね気にしないような作品だったらいいんですけど、もうあんまり歪んでほしくないなとかっていうものの時なんかはね特にいいと思います。そんなわけで僕は石膏板を使ってやっております。それじゃあ実際にね使い方を説明していきます。一番最初に石膏板使い出した頃は石膏板を置いて周りを粘土で留めていたんですけど、最近教えてもらった方法はこの吸水スポンジですね。吸水スポンジを引いて、濡れた状態です。濡れた状態の吸水スポンジを敷いて、その上に石膏板を置くと結構くっつくという、それを教えてもらいました。でこの吸水スポンジ、これ、100均の中にも売ってます。それを丸く切ってね使ってます。これもね過去の動画で解説してますんで、そこら辺も貼っときますね。で、その時はねこう一重だったんですけど、最近は、これを2枚重ねダブルにしてます、ね、これ2枚なんで2枚にするかっていうと、1枚の場合ですね、こう置いて作ってる時にちょっとこう例えば土殺しで上の方に上げたりとか、もっと大きいもので
こうグーッと押し込んだりした時にちょっとねガタガタガタってずれちゃったりすることも稀にあったんですよ。力のかけ方悪いと。それをですね解消するのになんとこのね吸水スポンジシートなんていうのかな忘れちゃったけど、これを2枚にすると随分良くなりました。なのでね最近はねこれを2枚重ねてやるっていう風にしてます。これが、2021年最新版です。ほらずれちゃった。ちょっと水つけすぎた。今ねこのシート自体が滑っちゃうぐらい水つけすぎたんで、はい、これで今がっちりしてます。で1回使い終わるごとにね大体こうやって水ちょっと引き直したりしますね。でこの自作の石膏板の場合裏フラットなのでここに置くとペタッとくっつきます。これ市販の、石膏板の場合は鋼台がついてるんで、僕が見たことあるものはね鋼台がついてたんですよ。そうすると、ちょっと厳しいかな、この密着度合いがねやっぱ良くないかなと思います。で、これでもう大体中心もね石膏板の場合は完璧に取んなくてもいいです。大体ほぼ取れてればいいと思いますんで。でこの状態で引いていきます。で石膏板使う時は、僕は玉をねジャボッと水につけて、で真ん中を置いて、でここで土殺しをするんですけど、通常だったらこう横から押さえる方から入るんですけど、石膏板の場合はねまずね上から押さえるこの作業からやります。そして寄せる、ね、そうすると粘土と石膏板のね密着が横から入っちゃうとなかなかくっついていかないんで、まず最初に上から押し付けるっていう動きから入ると密着しやすいです。はい、じゃあ作っていきます。今回はね皿なんでね小さめの皿なんでそんなにこう石膏板がずれるってことはないんですけどね。背の高いカップとかもっとでかい土大きい土の来た時なんかはちょっとずれる可能性ありますね。今針へ刺してこの底の厚みを確認しました。でねそこをワイヤーで切ったり最後にしないので、この今そこをね測った厚みそのまんまでいけます。これぐらいでいいかな。で気をつけなきゃいけないのはこういうところですね。端っこの方中心よからね離れたところを引くときにどうしても石膏板が剥がれやすくなったりとかねしやすいですね。
今作ってる皿はね、縁をちょっと斜めにカットするような感じの皿です。よし、これで完成で、外す時なんですけど、上にね普通に持ち上げれば外れます。こんな感じ。はい、完成。はい、今日はこんな感じで、僕の最新の石膏板の使い方について紹介してみました。また過去の石膏板についての動画もちょっと見返していただければ、もしかしたらね今日、ちょっと話漏れてることもあるかもしれませんので、そちらも合わせてまた見ていただければと思います。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。